バーチャルゲーマーキズナアイです。今日はこれやります。ででん、ベイングローリー。ベイングローリーはいわゆるマルチプレイヤーオンラインバトルアリーナと言われるジャンルのゲームで、世界中にファンがいるゲームなんです。で早速元気にやっていこうと思ったのですが、喋りながらやったらですね、いつものあれがあれであれな感じだったので、今日はさっき撮った動画にコメントをしていく形で紹介していきたいと思います。世界大会も行われているゲームなんでね、しっかりと説明していきますよ。それでは早速いってみよう。今回はですね、まだ慣れていないのでボット戦でプレイしてみましたよ。 CPU ってやつですね。使うキャラクターはグエンちゃんです。今使える中で一番可愛い子を選びました。いやー、いい腰とお尻ですね。ゲームではレーンかジャングルを進んでいくんですが、今日はレーンを中心にゲームの紹介をしてみます。キャラクターにはそれぞれスキルがあって、それを駆使して戦うみたいですね。ULT というのはアルティメットの略語で、いわゆる必殺技です。レベルアップするとスキルレベルが上げれるようになっていきます。ダメージが増えたり付与効果が高くなっていきますよ。グエンちゃんはキャリーという役割でガンガン攻めていく攻撃型のキャラクターですね。さて始まりました。まず一番最初、戦場へ出る前にアイテムを購入します。お金は敵ヒーローを倒すかミニオンのラストヒット、とどめを刺すことで入手可能です。ここから本格的に試合開始です。このゲームは敵の本拠地を壊せば勝利となります。リンゴさんというのが敵のヒーローの一人ですね。なんでリンゴなんですかね。リンゴ？味方がリンゴさんを倒しに行ったので、私もついていきたかったのですが、操作がおぼつかなくて全然ね、間に合いませんでしたね。申し訳ない。でも結局倒せたので結果オーライですね。敵を倒したのでマネーゲットです。チャリンチャリン。これがお金を稼ぐ一つの手段となります。と言っている間に敵が私を倒しにやってきました。 HP がないので自陣に戻って味方の援護を待ちます。ちなみにこの草むらの中では敵から見えない状態になってるみたいです。味方が援護してくれたおかげで敵を倒せたんですが、敵のスキルか何かで私も死んじゃいました。調子乗って前に出過ぎましたね。反省ポイントです。味方が敵に追いかけられていたので助けに行ったんですが、思ったよりも敵が強かったので逃げて結局味方に助けられるっていうね。まあ持ちつ持たれつですね。本当はグエンちゃんのスキルに付与されている鈍足効果っていうのをうまく相手にかけつつ距離を離して戦うのがベストです。ここからはお金の稼ぎ方その2を説明しますね。チビキャラっていうんですかね。これがミニオンっていうんですけど、敵ミニオンの HP、 この赤いバーがちょうどゼロになるときに倒すとお金を獲得できます。ラストヒットってやつですね。成功しているときにはチャリーンって音がしていると思います。チャリンチャリン。この繰り返しで銭を稼いでいきます。ちりつもですね。ついでに味方が待機をしてくれているのでリンゴちゃんを倒してさらにお金を獲得です。アイテムの購入は自分の本拠地でしかできないので、一旦お家に帰ります。なんとワンクリック。サラリーマンの方はぜひ欲しい機能なんじゃないですかね。これでアイテムを購入して再びレーンに戻ります。このゲームはこういうタレットって言われる建造物を壊し尽くすゲームなので、壊せる時に壊しちゃうのがポイントですね。ちなみにこれでもお金が入りましたよ。このままリンゴさんも倒せそうだったので一気にタワーを壊そうと思ったんですが、味方がピンチっぽいので助けに行きました。そして死にました。いやー、悪くはなかったと思うんですけど敵が1枚上手でしたね。レーンに戻ってきたら味方がピンチだったので助けに行きます。さっきすぐに死んじゃったので少し慎重に行ってたんですが、味方のフォローもありなんとか倒せましたよ。あたふたしている間に敵を味方が倒してくれましたね。この辺からうすうす感じてたんですけど、私より有能な AI でした。本当にありがとうございました。なんかすいません。敵を倒したのでちょっとジャングルの話をしようと思ったのですが、敵がいたので先に倒しちゃいます。正確
は私じゃなくて味方が戦ってくれています。ここでも優秀なボットの AI っぷりが。一方私はあたふたして敵をクリックできなかったという。でこの金鉱堀っていう人が名前がついていたので、そういう名前のヒーローだと思ってましたけど、実際はジャンクレにいる一般ピーポーでした。他のキャラ名がカタカナなんでちょっと考えたら分かりそうなもんですが、分かりませんでしたね。敵を倒して周りの安全を確保できたので金鉱堀を倒しましょう。敵が生きている状態だと倒している最中に攻撃されかねないので注意ですね。こういうのなんて言うんでしたっけ。美味しいとこを持ってく的な。まあいいでしょう、私のチャンネルだし。ちなみにこの金鉱堀さんを倒した時には金鉱堀さんがゲームが始まってから掘っていたお金を全部くれます。なんと優しい。ただの略奪ですね。そしてプレイしている時には敵に集中していて気づかなかったんですけど、すぐに金鉱堀さん復活しているんですね。倒されてもすぐ立ち上がりお金を掘り、そして奪われる。弱肉強食、格差社会ってやつですかね。平和が一番ですね。そしておかげさまでがっつりお金が貯まったのでお家に帰ってアイテムを買います。そして相手の建造物を壊す。毎日に戻ります。ルーティンってやつですね。いやー結構ブラック労働ですね。アイテムも揃ってきたのでダメージとか攻撃速度も最初の頃と比べて格段と進化してますね。メイングローリーはこうやってお金を集めて相手の建造物を壊すゲームです。これが1試合で毎回レベル1から繰り広げられます。そう、歴史は繰り返されるのです。なんだかんだ味方が戦い始めたので協力して倒しに行きます。私も全然できてはいないですが、このゲーム画面右上に地図があるのでそれを見ながら味方がどこにいるのか何をしているのかを把握する必要があります。協力してプレイするゲームなのでそれが勝つ上でとても重要となってくるわけですよ。できてないんですけど、ゲームも最終局面です。あとは敵の本拠地を攻め落としましょう。ただ本拠地は守りが固くタレットが2個設置されていますね。タレットの攻撃は非常に痛いので丸の中に1人で入っちゃわないように気をつけながら操作しないとなんです。いつの間にか1人にされてしまいました。アイテムを使って足を速くして逃げつつも少し倒せるのではなかろうかという欲が出ちゃってですね、戦ってます。もう少し上手くなればスキルを使いながら敵に例の鈍足効果をかけうまく距離を取りながら戦えると思うのですが、今の私にはできません。結局アイテムとかスキルをとりあえず押しまくって逃げ切れましたが、ヒーローでもない一般モブに倒されてしまいました。悔しい。数々の死を積み重ねて少しはね操作が上手くなってきましたよ。遠距離キャラなので距離を取って戦うことが最初はとても難しかったんですけど、できてくると楽しくなってきますね。このまま攻撃すれば終わっていたんですが、こうね必殺技をかっこよく当て動画の撮れ高を意識しスキルを打ちに行きましたが、結果はご覧の通りですね。こういう時もあります。そして敵のお家を完全に破壊しきって勝利です。イージーです。余裕ですね。最終的にはボットより私の方が高性能の AI ってことが証明されましたね。という感じでね、ゲームのルールや雰囲気は分かっていただけたんじゃないかと思います。私にしては結構しっかり説明できたと思いませんか？いつもねこうリアクション芸メインの動画になっちゃってますが、これはねみんなの参考動画として使っていただけるんじゃないでしょうか。あんまり調子に乗るとガチの方々に怒られそうなのでこれぐらいにしてベイングローリーの告知をさせていただきたいと思います。ベイングローリーではユーザー様の熱い要望に応え近日中に5対5のモードが実装予定です。概要欄に早期アクセス申し込みのサイト URL を記載してあるので確認してみてくださいね。それではバーチャルゲーマーキズナアイでした。またねー。